人類は長年、無限に近いエネルギーを手に入れることを夢見てきました。その夢を実現する可能性を秘めているのが核融合です。核融合とは太陽の中心で起きている現象と同じもので、水素の原子核を融合させてヘリウムを作り出す過程でエネルギーが放出されます。この技術が実用化されれば、私たちは海水から取り出せる原料を使って、ほぼ無限のクリーンエネルギーを手に入れることができます。しかし、その実現には大きな課題があります。太陽の中心部では、1億度を超える超高温と、地球の10万倍もの圧力によって核融合反応が維持されています。この条件を地球上で再現するには、まるで太陽を箱の中に閉じ込めるような技術が必要になります。今日は、人類がどのようにしてこの途方もない挑戦に取り組んでいるのか、そしてついに実用化が近づいてきた最新の状況についてお話しします。核融合研究には50年以上の歴史があり、実用化まであと50年と言われ続けてきました。しかし近年、大きな転機が訪れています。世界中で核融合発電のスタートアップ企業が次々と誕生し、巨額の投資が行われるようになったのです。これは単なるブームではありません。長年の研究によって技術的な課題が一つずつ克服され、ついに実用化に向けた最後の壁に到達したことを示しています。その最後の壁とは、人工の太陽を閉じ込める容器の開発です。人工の太陽を作るためには、まず太陽の仕組みを理解する必要があります。太陽は水素原子核を融合させてヘリウムを生み出していますが、地球上での核融合では、より効率的な方法を選ぶ必要があります。それが重水素と三重水素という、水素の重い同位体を使う方法です。重水素を海水から取り出すことができ、実質的に無尽蔵な資源です。三重水素は自然界にはほとんど存在しませんが、リチウムに中性子を当てることで生成できます。この2つの原子核を融合させると、太陽の中心部の100倍以上もの超高温、約1億5000万度の環境が必要になります。このような超高温では、物質はプラズマ状態になります。プラズマとは物質の第4の状態とも呼ばれ、原子から電子が剥き取られ、電気を帯びた粒子が高速で飛び回っている状態です。では、このような超高温のプラズマをどうやって閉じ込めるのでしょうか。現在、有力な方法が2つあります。1つは慣性閉じ込め方式で、レーザーを使って燃料を一瞬で圧縮し、核融合を起こす方法です。2022年、アメリカの国立点火施設はこの方式で初めて、投入したエネルギーを上回るエネルギーを取り出すことに成功しました。もう一つは磁場閉じ込め方式です。プラズマ状態の粒子は電気を帯びているため、強力な磁場を使って制御することができます。この方式では、ドーナツ型の容器の中でプラズマを閉じ込め、磁場で圧縮しながら加熱していきます。現在、最も注目されているのが、この磁場閉じ込め方式です。その代表的な装置がトカマクと呼ばれるもので、3種類の磁場システムを組み合わせてプラズマを安定的に閉じ込めます。1つ目は、ドーナツ型の形を作るトロイダル磁場。2つ目は、プラズマを成形して内壁近くに位置させるポロイダル磁場。そして3つ目は、プラズマを円を描くように回転させる中心ソレノイドです。しかし、これらの磁場システムを作り出す超電導磁石は、絶対0度近くまで冷却する必要があります。つまり、1億5000万度の超高温プラズマのわずか数メートル先に宇宙空間よりも冷たい環境を作り出さなければならないのです。これは人類が作り出す最大の温度差となります。このような極限的な環境を実現するため、核融合炉の壁には特別な工夫が必要になります。この壁は第一液と呼ばれ、プラズマに直接面する重要な部分です。第一液にはいくつかの重要な役割があります。まず、プラズマからの強力な放射線や高エネルギー粒子に耐える必要があります。核融合反応で発生するガンマ線、中性子、ヘリウム原子核などが壁に衝突し、大量の熱を発生させます。特に中性子は磁場の影響を受けないため、まっすぐに壁に飛び込んできます。この熱を素早く冷却システムに伝えなければ、壁は溶けてしまいます。また、中性子の衝突により、壁の材料自体が放射性物質に変化する可能性もあります。さらに、高エネルギーの粒子が壁の表面から原子を弾き出すスパッタリングという現象も起こります。これにより壁が徐々に削られ、
弾き出された原子がプラズマの中に混入してしまいます。そして、もう一つ重要な役割があります。それは、核融合の燃料となる三重水素を生成することです。壁の背後にリチウムを配置し、核融合反応で発生した中性子を当てることで、三重水素を作り出します。ただし、核融合反応で発生する中性子の数だけでは、必要な量の三重水素を生成できません。そこで、中性子を増え倍させる特殊な層も必要になります。このように、第一液には複数の重要な役割が求められるため、その材料の選択は極めて重要です。現在、最も一般的に使われているのが、タングステンという金属です。タングステンは全ての金属の中で最も高い融点を持ち、スパッタリングも起こりにくいという利点があります。しかし、タングステンにも弱点があります。タングステン電子がプラズマ中に混入すると、その電子構造により、プラズマのエネルギーを急速に失わせてしまうのです。これは先放射冷却と呼ばれる現象で、核融合反応の維持を困難にします。そこで、より軽い元素であるベリルームを使用する案も検討されてきました。ベリルームは熱伝導性が高く、中性子を増え倍させる効果もあります。しかし、ベリルームにも大きな問題があります。タングステンに比べて表面が削られやすく、頻繁に交換が必要になります。さらに、ベリルームは猛毒で、その粉塵が施設外に漏れ出すことは絶対に避けなければなりません。希少な元素であることも大きな課題です。例えば、国際熱核融合実験炉、ITER では、第1壁だけで12トンものベリルームが必要になります。これらの問題から、欧州核融合実験炉、ER は2023年、当初計画していたベリルームの使用を取りやめ、タングステンに戻すことを決定しました。では、他にどのような選択肢があるのでしょうか。現在、最も注目されているのがホウ素です。ホウ素は、ベリルームの月に軽い元素で、プラズマへの悪影響が少ないと考えられています。タングステンの壁に、運転中にホウ素の粉末を少量振りかけ、蒸発させて壁をコーティングする方法が検討されています。ただし、ホウ素には三重水素を保持する性質があり、内壁が時間とともに放射性を帯びる可能性があります。さらに革新的なアイデアとして、液体リチウムを使用する案もあります。古代の壁では避けられない構造的な損傷も、液体なら問題にはなりません。例えば、硬い板に半面を打ち付けると損傷しますが、水面に半面を打っても水は元の状態に戻るのと同じです。また、リチウムは核融合プラズマの加熱を助ける効果もあるとされています。プリンストンプラズマ物理研究所のベータ実験では、プラズマ中に少量のリチウムが存在することで、必要な温度に達しやすくなる可能性が示唆されています。これは、冬の寒い日に少量の塩を道路に撒くと路面の凍結を防ぐのと似た原理です。少量の添加物で大きな効果が得られるのです。この発見は核融合研究に大きな前進をもたらしました。なぜなら、プラズマを必要な温度まで加熱するのに必要なエネルギーを減らすことができるからです。これまでの核融合実験では、プラズマの加熱に莫大なエネルギーが必要でした。例えば、1億5000万度という温度は、私たちの身の回りのどんな高温とも比べ物になりません。家庭のガスコンロの炎の温度が約1000度、溶鉱炉の中心部でも約2000度程度です。そこから1億5000万度まで加熱するには、途方もないエネルギーが必要になります。このエネルギー消費を少しでも抑えることができれば、核融合発電の実用化に大きく近づくことができます。また、液体リチウムには別の利点もあります。それは、核融合炉の中で発生する不純物を取り除く効果です。これは、まるで空気清浄機のフィルターのような働きをします。プラズマ中に混入した不純物は、核融合反応を妨げる厄介な存在です。特に、酸素原子は深刻な問題を引き起こします。酸素原子は、タングステンと同じように、プラズマのエネルギーを急速に奪ってしまうのです。液体リチウムは、この酸素を効果的に捕捉することができます。この技術は、最新の実験装置で実証が進められています。例えば、米国のプリンストン大学では、小型の実験装置を使って液体リチウムの効果を詳しく調べています。これまでの実験結果は非常に有望で、液体リチウムを使用することで、プラズマの安定性が大きく向上することが確認されています。
さらに、液体リチウムには耐久性の面でも大きな利点があります。固体の液材料は、中性子やプラズマの粒子による損傷が避けられません。しかし、液体リチウムは常に循環しているため、損傷を受けても自然に回復します。これは、川の流れが常に新鮮な水を運んでくるのと同じ原理です。さらに、リチウムは冷却剤として、そして三重水素の生成材料としても機能します。この一石三鳥の効果は、核融合炉の設計を大きく簡略化する可能性を秘めています。従来の設定では、プラズマの制御、冷却システム、燃料生成システムをそれぞれ別々に設置する必要がありました。これは、まるで車のエンジン、ラジエーター、燃料タンクを別々に設置するようなものです。しかし、液体リチウムを使用することで、これらの機能を一つのシステムに統合できる可能性があります。これにより、核融合炉の建設コストを大幅に削減できる可能性が出てきました。また、メンテナンスも容易になります。部品の数が少なければ、故障のリスクも低くなるからです。しかし、液体リチウムを使用する上での課題もあります。まず、リチウムは非常に活性の高い金属です。空気中の水分や酸素と激しく反応するため、厳重な管理が必要です。また、リチウムの循環システムを安定的に運転する技術も確立する必要があります。液体金属の流れを制御することは、一般的な水や油の流れを制御するよりもはるかに難しいのです。さらに、リチウムの供給も重要な課題です。現在、世界のリチウム埋蔵量は約2100万トンと推定されています。これは、数千機の核融合炉を100年以上運転できる量です。しかし、電気自動車のバッテリーなど、他の用途での需要も急増しています。そのため、リチウムの安定供給を確保するための戦略も必要になってきます。幸いなことに、海水中にも約2300億トンのリチウムが含まれていると推定されています。これを効率的に回収する技術の開発も進められています。このように、核融合発電の実用化に向けた研究は、様々な分野で着実に進展しています。これらの研究成果を踏まえ、ITER は2024年に初のプラズマ生成を予定しています。ITER プロジェクトは、35カ国が参加する人類史上最大の国際科学プロジェクトの一つです。フランスのサンポール・レ・デュランスに建設されているITER核融合炉は、高さ約60メートル、重さ約2万3000トンという巨大な装置です。これは、エッフェル塔3つ分の重さに相当します。この巨大な装置の建設には、世界中から最高の技術が集められています。例えば、超電導磁石の製造には、日本の高度な技術が活かされています。これらの磁石は、地球の磁場の約20万倍もの強さの磁場を作り出すことができます。そして、この強力な磁場によって、1億5000万度の超高温プラズマを安定的に閉じ込めることが可能になります。ITER の目標は、投入したエネルギーの10倍のエネルギーを取り出すことです。具体的には、50メガワットの入力に対して、500メガワットの出力を得ることを目指しています。これは、約5万世帯の電力需要を賄えるほどの規模です。ただし、ITER はあくまでも実験装置であり、発電は行いません。その代わり、ここで得られた技術と知見は、次世代の商用核融合炉の開発に活かされます。商用炉の開発では、さらに大きな課題が待ち受けています。例えば、核融合炉の運転を24時間365日、安定的に継続する技術が必要です。また、建設コストを現実的な水準まで下げることも重要です。現在のITERの建設費用は約200億ユーロ、約3兆円と見積もられています。これを商用炉として経済的に成り立つレベルまで下げるには、革新的な技術開発が必要です。しかし、多くの専門家は、これらの課題を決して乗り越えられないものではないと考えています。むしろ、これまでの技術開発の成果を見れば、実用化への道筋は着実に開けつつあると言えます。その後、2035年には最初の核融合反応の達成を、2039年には商用グレードの重水素、三重水素融合反応の実現を目指しています。このような長期的なスケジュールに対して、より早い実用化を目指す動きも活発化しています。現在、世界中で50社以上の民間企業が核融合発電の開発に取り組んでいます。これらの企業の多くは、
イーターと異なるアプローチを採用しています。例えば、より小型で効率的な核融合炉の開発を目指す企業もあります。小型化によって建設コストを抑え、早期の実用化を目指す戦略です。また、新しい超伝導材料を活用することで、より強力な磁場を作り出し、プラズマの閉じ込めを効率化する研究も進められています。強力な磁場は、より小さな装置でも効率的な核融合反応を可能にすると期待されています。さらに、人工知能を活用してプラズマの制御を最適化する試みも始まっています。プラズマの挙動は非常に複雑で、従来の制御方法では限界がありました。しかし、人工知能を使うことで、プラズマの不安定性を事前に予測し、より安定した運転が可能になると考えられています。これは、気象予報に人工知能が活用されているのと同じような原理です。このような技術革新により、核融合発電の実用化時期が大幅に前倒しされる可能性も出てきています。実際、いくつかの企業は2030年代前半での実用化を目指しています。ただし、このような野心的な目標に対しては、慎重な見方も存在します。核融合の研究開発には、予期せぬ技術的課題が次々と現れる可能性があるからです。しかし、重要なのは、これらの課題が技術的に解決不可能なものではないという点です。時間とリソースをかければ、必ず解決できる問題だと考えられています。核融合発電が実用化されれば、人類のエネルギー問題は大きく変わる可能性があります。一方で、世界中の多くの小規模な企業も核融合の実用化に向けて競争を繰り広げています。この競争は、まさに21世紀の宇宙開発競争にも例えられます。かつて、宇宙開発は国家プロジェクトが中心でしたが、現在は民間企業が大きな役割を果たしています。核融合開発でも同じような流れが起きているのです。特に注目すべきは、これらの企業の多くが独自の革新的なアプローチを持っていることです。例えば、プラズマの形状を従来のドーナツ型から球形に変える試みや、レーザーと磁場を組み合わせた新しい方式の開発など、様々な挑戦が行われています。これらの新しいアプローチは、従来の常識を覆す可能性を秘めています。実際、いくつかの企業は、すでに重要な技術的ブレイクスルーを達成しています。例えば、プラズマの安定性を大幅に向上させる新しい制御方法の発見や、より効率的な加熱システムの開発などが報告されています。これらの成果は、核融合発電の実用化への期待を一層高めています。しかし、ここで重要なのは、競争と協力のバランスです。核融合技術の開発には、膨大な知識と経験の蓄積が必要です。そのため、企業間や企業と研究機関との間での知識の共有も重要になってきます。実際、多くの企業が大学や研究機関と密接に協力しながら開発を進めています。このような産学連携により、基礎研究の成果を速やかに実用化につなげることが可能になります。また、核融合発電が実用化された際の社会的影響についても、すでに様々な研究が行われています。核融合発電所の建設には、高度な技術と大規模な設備が必要になります。そのため、建設地の選定や、必要な人材の育成など、社会的な準備も重要になってきます。これは、まさに人類が月面着陸を目指した際と同じような状況です。技術的な課題の解決と並行して、社会的な基盤づくりも進めていく必要があるのです。中には数年以内に核融合を達成すると予測する企業もありますが、これについては別の機会に詳しくお話ししたいと思います。核融合エネルギーの実用化は、人類にとって一つの大きな転換点となるでしょう。それは、ちょうど人類が火を使いこなすことを学んだ時のような、文明の大きな一歩となる可能性を秘めています。しかし、ここで重要なのは、核融合技術の開発は単なるエネルギー問題の解決以上の意味を持っているということです。それは、人類の知識と技術の限界に挑戦する壮大な科学的貢献でもあります。私たちは、太陽の中心で起きている現象を地球上で再現しようとしています。これは、宇宙の仕組みをより深く理解することにもつながります。実際、核融合研究から得られた知見は、天体物理学の発展にも大きく貢献しています。例えば、プラズマの挙動に関する研究は、
太陽や他の恒星の内部構造の理解を深めることに役立っています。また、超高温、超高圧状態の物質の性質に関する研究は、宇宙初期の状態を理解する手がかりにもなっています。核融合研究では、プラズマ状態の物質を詳しく観察することができます。これは、宇宙の誕生直後の状態を研究する上で非常に重要な情報を提供します。ビッグバン直後の宇宙は、超高温のプラズマ状態だったと考えられているからです。また、核融合研究で開発された計測技術は、天体観測にも応用されています。例えば、プラズマの温度や密度を測定する技術は、遠く離れた恒星の内部構造を理解する手がかりとなっています。さらに、核融合装置で使用される超電導磁石の技術は、より高性能な天体望遠鏡の開発にも活かされています。このように、核融合研究は地上の発電技術だけでなく、宇宙科学全体の発展にも貢献しているのです。また、核融合研究は材料科学の分野でも革新的な発見をもたらしています。核融合炉の液材料の研究は極限環境に耐えられる新しい材料の開発につながっています。これらの材料は将来の宇宙探査機や宇宙ステーションにも応用できる可能性があります。特に注目されているのは自己修復機能を持つ材料の開発です。核融合炉の中では液材料が常に高エネルギー粒子にさらされています。この環境下で長期間使用できる材料を開発するために様々な新しい技術が生み出されているのです。例えば、ナノレベルで制御された結晶構造を持つ材料や、複数の材料を組み合わせた複合材料などが研究されています。これらの材料技術は、将来の宇宙開発において重要な役割を果たすことが期待されています。核融合研究がもたらす技術革新は、プラズマ物理学の分野でも目覚ましい発展を見せています。プラズマは宇宙に存在する物質の 99% 以上を占めると言われています。つまり、プラズマの性質を理解することは、宇宙の謎を解き明かす重要な鍵となるのです。例えば、太陽フレアの発生メカニズムの解明にも、核融合研究で得られた知見が活かされています。太陽フレアは、太陽表面で突然発生する巨大な爆発現象です。この現象は、地球の通信システムや電力網に深刻な影響を与える可能性があります。核融合研究で開発されたプラズマの安定性制御の技術は太陽フレアの予測にも応用できる可能性があります。また、核融合装置内のプラズマの振る舞いを研究することで、ブラックホール周辺のプラズマの性質についても新しい知見が得られています。ブラックホールの周りには、超高温のプラズマが渦を巻いていることが知られています。このプラズマの挙動は、核融合装置内のプラズマと多くの共通点があるのです。さらに、核融合研究は宇宙船の推進システムの開発にも影響を与えています。核融合反応で発生する高エネルギーのプラズマを利用して、より効率的な宇宙推進システムを作ることができる可能性があります。このような推進システムが実現すれば、火星までの旅行時間を大幅に短縮することができます。現在の価格推進システムでは、火星まで約7ヶ月かかりますが、核融合推進システムならば、その時間を半分以下に短縮できる可能性があります。これは、人類の宇宙進出に大きな影響を与える可能性を秘めています。核融合研究は、地球外生命の探査にも重要な示唆を与えています。私たちが知っている生命は、すべて太陽からのエネルギーに依存しています。しかし、核融合の研究によって、プラズマ状態の物質が予想以上に複雑な振る舞いを示すことが分かってきました。これは、宇宙空間に存在するプラズマの中で、私たちの想像を超えるような現象が起きている可能性を示唆しています。例えば、木星の衛星エウロパの地下海では、潮汐力による摩擦熱で水が液体状態を保っていることが知られています。このような環境でも、プラズマ状態の物質が何らかの役割を果たしている可能性があるのです。また、核融合研究で使用される精密な観測装置は、地球外生命の探査にも応用できます。例えば、プラズマ中の微量な不純物を検出する技術は、惑星大気中の生命の痕跡を探る上で重要な役割を果たす可能性があります。さらに、核融合研究は宇宙の年齢を測定する新しい方法の開発にもつながっています。
核融合反応で生成される同位体の比率を詳しく調べることで、宇宙の歴史をより正確に理解できるようになってきたのです。これは、まるで宇宙という巨大な書物の新しいページを開くようなものです。そして、核融合研究の最も重要な意義の一つは、人類に希望を与えることかもしれません。私たちは今、気候変動やエネルギー問題など、様々な課題に直面しています。核融合エネルギーは、これらの問題を解決する可能性を秘めています。核融合研究は、宇宙における元素の起源を理解する上でも重要な役割を果たしています。私たちの体を構成する炭素や酸素、さらには金や銀といった重い元素は、すべて星の中での核融合反応によって作られました。これは星の錬金術とも呼ばれる壮大な宇宙のプロセスです。例えば、太陽は現在、水素をヘリウムに変換する核融合反応を言っています。しかし、太陽よりも重い星は、さらに重い元素を作り出すことができます。炭素、酸素、ネオン、マグネシウム、ケイ素、そして鉄まで、次々と重い元素が作られていきます。核融合実験装置は、このような恒星内部の環境を小規模に再現することができます。これにより、宇宙における元素構成のプロセスをより詳しく研究することが可能になっています。特に注目されているのは、超新星爆発での元素構成のメカニズムです。鉄より重い元素の多くは、超新星爆発の際の核融合反応で作られると考えられています。核融合研究で開発された計測技術は、この爆発的な核融合過程の理解に大きく貢献しています。また、中性子星の合体現象での重元素構成についても、新しい知見が得られています。2017年に観測された中性子星の合体では、大量の金や白金が作られたことが確認されました。このような極限状態での核融合過程を理解する上で、地上の核融合実験から得られるデータは非常に重要な役割を果たしています。さらに、核融合研究は宇宙の誕生直後に起きたビッグバン核融合の理解にも貢献しています。宇宙誕生から約3分間で最初の原子核が作られました。この過程は、現在の核融合実験装置で再現される環境と多くの共通点を持っています。ビッグバン核融合の研究は、宇宙の謎の一つである暗黒物質の正体を探る手がかりにもなっています。核融合実験で観測される素粒子の振る舞いは、暗黒物質の性質を理解する上で重要な情報を提供する可能性があるのです。また、核融合研究は宇宙の泡構造の形成過程の理解にも貢献しています。宇宙の大規模構造は、まるで石鹸の泡のような構造をしていることが知られています。この構造の形成には、初期宇宙でのプラズマの振る舞いが大きく関係していると考えられています。核融合装置内のプラズマの研究は、この宇宙規模の構造形成のメカニズムを理解する手がかりとなっています。さらに、核融合研究は宇宙ジェットの謎に迫る可能性も秘めています。銀河の中心から噴き出す巨大なプラズマの流れである宇宙ジェットは、核融合装置内で観察されるプラズマの振る舞いと似た性質を持っています。特に、磁場とプラズマの相互作用に関する研究は、宇宙ジェットの形成メカニズムの解明に重要な示唆を与えています。また、核融合研究は磁気リコネクションという現象の理解にも貢献しています。これは、磁力線が切れてつなぎ変わる現象で、太陽フレアや宇宙ジェットの形成に重要な役割を果たしています。核融合装置内でも同様の現象が観察され、その詳細な研究が可能になっています。このように、核融合研究は宇宙物理学の様々な分野に新しい知見をもたらしています。それは、ミクロな世界とマクロな宇宙をつなぐ架け橋となっているのです。このように、核融合研究は、純粋な科学的知識の探求としても大きな価値を持っています。私たちは今、人類の歴史の中でも特に興味深い時期に生きています。核融合エネルギーの実用化という、かつては夢物語と思われていた目標が、現実のものとなりつつあるのです。近い将来、私たちは地球上に小さな人工の太陽を作り出し、その恩恵を受けることができるかもしれません。そして、その技術は私たちに新たな可能性の地平を開いてくれることでしょう。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、
チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。